どうも、ADHD です。ADHD を持つ多くの人は宿題が嫌いだと思います。僕も嫌いでした。部屋を掃除するのも早起きをするのも嫌いです。なぜなら ADHD は自分がやりたくないことをやるというのが本当に苦手という特性があるから。でもこれって ADHD でない人もやりたくないことをやるっていうのは苦手だよね。じゃあ ADHD とそうじゃない人の違いって一体何なのか気になりませんか？人間は何かやりたくないことをするときってモチベーションが必要だよね。例えば宿題をする場合、このコップにモチベーションを貯めていっていっぱいになったら宿題ができるとするよ。宿題をすればいずれ成績が上がるだろうというモチベ。宿題が終わればスッキリするだろうというモチベ。宿題をやれば怒られないというモチベ。宿題は学生の義務だからやらなきゃいけないというモチベ。たまった。宿題はやりたくないけどやらなきゃいけない理由がこんなにも詰まっているんだからやろうといった感じで一般的には行動ができると思います。じゃあ ADHD の場合はどうなのかというと、同じモチベーションを持っていて、宿題をすればいずれ成績が上がるだろうというモチベ、宿題が終わるとスッキリするだろうというモチベ、宿題をすれば怒られないというモチベ、宿題は学生の義務だからやらなきゃいけないというモチベ。あれ、コップがいっぱいにならない。てかモチベーションが小さい。残念なことに ADHD がモチベーションを感じる事柄というのは非常に限定的なようなんです。じゃあ ADHD がモチベーションを感じるものとは一体何なのか。 ADHD がモチベーションを感じることその1、短期間で自分が欲しい報酬が手に入るとき。その2、自分が興味関心のあることをやるとき。それ以外の事柄でモチベーションを上げていくというのは非常に難しいと言われています。それはドーパミンの調整が関わっているという話らしいんだけど、今回はそんな難しい話は置いときましょう。なのでさっきの宿題のモチベーションで言うと何一つ ADHD の行動意欲につながるモチベーションというのはなかったんですよ。そうなると簡単には行動はできません。ただここで勘違いしちゃいけないのは、宿題の重要性はちゃんと理解しているということ。一般的には重要なことであればあるほどモチベーションは上がっていくのかもしれないけれども、 ADHD の脳は重要性をモチベーションに変えるという力をさほど持っていないので、どんなに重要なことだと感じていても行動に移しづらいという現象が起こってしまうわけです。なので他の人から見れば重要なことだと感じてないんじゃないって見えるかもしれません。それに ADHD 本人も自分は怠け者なんだと感じるかもしれません。だって他の人はできてるから。だけどそういう問題ではなくて、そもそもモチベーションの感じ方が全然違うんです。自分を奮い立たせるために必要なモチベが少ないんだから、そりゃ腰も重たくなるよ。あと今日はあまり詳しい話はしないでおこうと思ってるんだけど、 ADHD は感情に流されやすいっていう特性があるみたいなのね。だからちょっとでもやりたくないっていう感情が出てくるとすぐにその感情に飲まれてしまうし、その感情を跳ね返すっていう力もさほどないみたいなの。跳ね返すよりは自分の興味のあることとか楽しいことをやって、その嫌な感情を上書きしようぜみたいな、そんな流れが多いみたい。逃避行為ではあるよね。なので感情に流されやすいっていうのもやりたくないことができないっていう要因の一つかもしれません。じゃあどうしたら ADHD はやりたくないことをやることができるのか。ここからは僕個人がやってみて効果があった対策方法とかを紹介できたらなと思ってるんだけれども、本とか ADHD の動画とかによく出ている対策方法は今回は一旦省いて、ちょっと結構変わったユニークな対策方法をご紹介したいと思ってます。一つ目はやりたくないことに向かって指をさし続けるという方法。ショート動画でも紹介したことはあるんだけれども、例えば宿題をしたくない場合は宿題をする机に向かって指をさし続ける。その間スマホとかはいじって全然 OK なんだけど、指だけはちゃんと指し続けるので、これに何の意味があるのかというと、指を指し続けると強制的にやりたくないことをずっと意識し続ける状況に陥ってしまうわけだから、やりたくないことから逃げられない感覚になるの。そしてやりたくないことをずっと意識し続けるのってストレスでしょ。でも指を指し続けてるとそのストレスからも解放されないから、だったら動いた方がマシじゃんっていう思いに至って行動ができるよねっていうロジックです。騙されたと思って指を指し続けてみて。2つ目が2分ルールという方法。やりたくないことを2分だけ行うというやり方で、例えば食器洗いをしたくない時は2分で洗い終わりそうな箸だけ洗うとか、宿題だったら2分で終わりそうな問題だけやるとかで、コツは2分でかつ雑にやっても終わりそうなことをチョイスして、うわーって言いながら始めることね
そしたらいつの間にか10分、いや1時間やってるかもしれないよ。よくやりたくないことをやるときはハードルを下げて始めるとやりやすいよっていう話聞いたことないですか？だけどね、僕の場合ハードルをどこまで下げたらいいのかっていうのにすごく悩んで考えてしまって、で、なんか考えるのが嫌になって、やらないってなることが多かったの。でも2分ルールは2分で終わりっていう明確なゴールが最初に見えてるし、あと結構2分で終わることを探すのは簡単。だから、この対策は結構有効的だなと思って結構使ってます。3つ目は、やらない言い訳をひたすら考えるという方法。これは本当そのままなんだけど、やらない言い訳をずっとひたすら考えてるうちにやった方がいい気になります。だらだら寝ながらでもできることなのでおすすめです。4つ目が映画やドラマの主人公になりきってやるという方法。僕は世界を救う天才科学者。僕の知識が増えれば増えるほど助かる人が増えるんだって思いながら勉強してみるとか、女の子役に抵抗がない方はシンデレラになりきってお掃除をしてみるといいかもね。あとズボラなキャラが本気出したらめっちゃすごい才能を発揮しちゃうっていう役になってみるとかね。バカみたいと思ったでしょ。でもこれね、心理学用語でヒロイズムっていうのがあって、自分は世界を救うヒーローであるということを想像しながら日常生活を送ると、どんなことをやるにも使命感や偉業を感じやすくなって、前向きに物事に取り組みやすくなるという心理テクニックがあるんだけれども、そのヒロイズムの応用編です、この方法は。だからヒーローになりきるのもいいと思う。いい？あなたは今日から世界を救うヒーローです。いかがだったでしょうか？今回の動画をまとめると、1つ目は ADHD は怠け者というわけではなく、モチベーションを感じる事柄というのが非常に限定的であるから、行動意欲が湧く時というのがすごく少ないので、なかなかやりたくないことをするというのが難しいよねという内容。もうこれはね、脳の仕組み上そういう風になってしまっている部分もあるわけだから、本当にあまり自分を責めすぎないでいただきたいなと思います。とはいえ僕結構怠けてる時って非常に自分のことを責めてるんだけど、時々こういった話を思い出してあまりね自分のことを責めすぎないように努力はしています。でもまあなかなか周りの方から見ればただ怠けてるようにしか見えないと思うし、周りの視線が痛い時ってあるよね。なのでそういう時は ADHD 向けの対策というのは本当にたくさんあるから、今回ご紹介したこと以外にもいろいろと自分に合う対策方法を探して、そして楽しみながら試してみて、困難を少しでも乗り越えるきっかけを作っていただけたらいいのかなと思います。今回動画でお話しした対策方法っていうのは結構独特なのかなって思うんだけれども、他にも皆さんがですねいろいろと試してきた対策方法だったりとか、これいいよっていうものがあったらぜひぜひコメント欄に書いていただけたら嬉しいです。少しでも誰かのねためになる動画を作りたいなと思ってこの動画を撮ってるんだけど、どうなんだろう。今すごく不安です。今日はこの辺で終わろうかなと思います。また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。